B192 のパート4です。1992年大活躍したベネトンですけども、この後94年にシューマッハがドライバーズチャンピオンを取って、95年はドライバーズチャンピオン、コンストラクターチャンピオン両方取ります。どうしてここからベネトンはそんなに強くなれたのか。そもそもベネトンという組織はどういう組織なのかっていうのを見ていきたいと思います。そもそもブリアトーレさんの立場となんで F1 にやってきたのかっていうのを見たいと思います。上司ルチアーノ・ベネトンからの命令だった会社の一プロジェクトとしてチームを買収したちょっと様子を見てこいと。以前からベネトンで働いてたブリアトーレさんは、ベネトンファミリーのこれお偉いさんですよね。ルチアーノさんから、ちょっと F1 のプロジェクト始めたから見てこいと任せられたわけですね。で、ブリアトーレさんは自分の立場を、私は企業の一マネージャー、その立場で会社のプロジェクトに沿って仕事をしなくてはならないと言ってます。なので、F1 の現場だけ見てると、ブリアトーレさんが何でもかんでも自分で決めてるように見えますけども、あくまでベネトングループの中の一つの仕事として F1 があって、それを任されたマネージャー。なので、もちろん会社の方針というのに従いながらやってるってことですね。で、この92年の前年、91年にモレノをクビにしてシューマッハをチームに入れたというのがちょっと騒動になりましたけど、それについてはこのように言ってますね。少し冷酷なマネージメントではないでしょうか。例えばモレノの場合、突然の解雇で彼が受けたダメージは大きい。その話はみんなが思う以上に複雑です。基本的には私のしたことは別のドライバーを雇い入れるために一人のドライバーを解雇したことに他なりません。ドライバーは会社の重要な一部分です。みんなが思うように複雑ですって言ってるのは、そもそもシューマッハはグループ C のザウバーチームと契約している状態であって、メルセデスの後ろ盾があると。で、そこに所属しているのに、ジョーダンに乗ってベネトンにやってきたわけなので、シューマッハに関わる人間、関わる組織がいろいろあるわけですね。なんで非常に複雑だと。だけど結局のところは、ドライバーを一人放出して、新しいドライバーを入れたと。で、ドライバーは会社の重要な一部分だと。彼らを通して製品が完成するのですから。しかし彼らは結局のところ従業員なのです。それが機能しない、期待に沿った結果を上げていないとなると、現実を見て交代をさせるしかないのです。F1 のレースを見てると、ドライバーばかりが目立ちますけれども、結局のところ、ドライバーも組織と契約している一員なので、言い方を変えれば製品なわけですね。それが機能しなければ変えるしかないと。組織としては、冷たい言い方ですけど、F1 というチームであって、しかもベネトンは世界一になることを目指してるわけですから、理論的には当然ですよね。で、チームから出されちゃったロベルト・モレノなんですけど、91年、この写真の通り、ネルソン・ピケと組んでたんですが、昔から仲良しのこの二人なので、モレノは、ピケに負けても全然悔しがらなかったそうなんですね。チームとしてはそれは困ると。切磋琢磨して速さを競ってくれないといけないのに、それでチームとしてもっと速いドライバーを入れたいって考えるのは、それ自体は当然のことですよね。感情としてはモレノがかわいそうとは思いますけど、ここは F1 の世界なので仕方ないと思います。で、シューマッハが来たことについて、シューマッハの起用がベネトンの世界制覇接近に貢献したことは事実ですからね。F1 は弱肉強食の世界です。シューマッハを獲得するには私の取った方法が唯一だったのです。F1 で勝つためには妥協できないですから、何が何でもシューマッハを取りたかったわけですね。これはわかりますね。若くて早くて、まだ契約金が安いわけですから。で、もっと言うと、ベネトンはマクラーレンとかウィリアムズとかよりも予算が少ないので、セナとかマンセルを雇うなんてことはできなかったそうですね。予算として。それも含めて、この時に何が何でもシューマッハを取るっていうことが必要だったわけです。で、次にこの時フォードからワークスエンジンを供給されてたわけですけど、フォードとの関係についてはこう言ってます。ベネトンとフォードの間には何か協力関係があるんですか？全くありません。彼らはエンジンサプライヤーであって、これが唯一の関係です。ベネトンは完全に独立したチームであり、それが誇りです。これが母体であるベネトンファミリーの哲学なんです。この点に関しては、ウィリアムズとかマクラーレンとちょっと違うという感じがしますよね。ルノーエンジンなんかはウィリアムズにドライバーのことを口出しするし、ホンダも関わってますよね。だけど、ベネトンの場合はあくまでエンジンの供給をしてもらってるだけだと。ベネトンという組織のポリシーとして独立したチームじゃないとダメだと。
そういうやり方なんですね。だからフォードの手助けはないんですね。共同チームの話が出るたびに私はちょっと嫌な気分がしますね。なぜならそれはベネトンが高い競争力を独自に発揮できるという信頼がないからでしょう。我々は暇つぶしで F1 をやっているわけでもないし、非常に効果的な宣伝媒体として見ているだけでもない。1年後には世界制覇に向けた準備が整うはずですよ。フォードから何か助けてもらってんのかみたいな見方をされるのが、侵害だってことですよね。あくまでこの F1 のベネトンチームは純粋なレーシングチームだって言いたいんでしょうね。確かに、ウィリアムズとかマクラーレンは、F1 の歴史が長いし、純粋なレース屋さん、F1 コンストラクターって感じがしますけど、ベネトンはやはりアパレルブランドのベネトンの一部なので、どうもそちらのイメージが強いというのはあると思いますね。だけど、ブリアトーレさんとしては、うちは純粋なレーシングチームとしてやってるんでちゃんと見てくれと言いたいんでしょう。で、1年後には世界制覇に向けた準備が整うはずですよと。ここでも世界制覇と言ってますね。何しろベネトンは世界一になることを目標とした組織なわけです。で、あとですね、非常に重要なのが、ベネトンはこの時に設備投資にすごいお金を使ってたんですね。ブリアトーレはビジネスとマネージメントの専門家、予算編成と資金調達で実力を発揮している。彼によればベネトンは F1 に莫大な資金を注ぎ込んでいる。そのほとんどはイギリスのオックスフォード社に新しく建てた工場に回されている。この工場はブリアトーレによれば、マクラーレンの最新設備が整った工場ですら時代遅れに見えてくるそうである。この時に未来を見据えて新しいファクトリーを作ってたんですね。これはもちろん速い車を作るには非常に重要で、車がどんどん進化してるわけなんで、風洞設備であるとかそういったものも新しく作り変えないと対応できないわけですね。この設備投資がいかに大事かっていう反面教師で言うと、91年のティレルホンダエンジンがやってくるっていうのに、ケンティレルが全然設備投資をしないから、ジャンクロード・ミジョーさんであるとか、マイク・ガスコイン、あと最終的にはハーベイさん、みんな技術者いなくなっちゃいましたよね。やはり新しい設備を作らなくちゃいいマシンが作れないっていうのがもう常識なわけですね。で、ウォーキンショーさんもこの新しいファクトリーに関してはこう言ってます。ベネトンを一新させたのは工場だ。私はスタッフ全員を一つ屋根の下に集めたくてね。それがチームが最も効率よく働き、スタッフのモチベーションを最高に保つ秘訣だと信じてきたのさ。それまではデザイン部門、マーケティング、工場が3つの場所に散らばっていて、全体を一つにまとめるのがとても難しかった。ウォーキンショーさんもブリアトーレさんと全く同じ考えで、この新しいファクトリーが重要だったんですね。前はいろんな部門がバラバラにあったんだけど、一つにしたと。やっぱりチームの効率であるとか、スタッフのモチベーションを考えると、同じところで働くのがいいと思ってたわけですね。それはそうでしょうね。なので、私が思うに、ブリアトーレさんも、ウォーキンショーさんも、なんというか、ちょっとブラックというか怪しいイメージを持ってる人が多いと思うんですけど、きちんと組織を運営するスタッフを束ねるという意味では、やるべきことをちゃんとやってるんですね。こんな感じでベネトンは組織として世界一になるためにいろんな準備を進めてきたわけですけど、94年、95年世界一になれたのは、この92年からの続きであって、やっぱり、ロス・ブラウンさんもこのように言ってます。92年ベルギーグランプリは車が良かったから勝てたのではない。状況に最適に対応したからこその優勝なのだ。B19 には94年型、95年型みたいな傑作マシンでもなかったしね。ミハエルと我々は心を一つにしてそういう基礎固めをしたんだ。ずば抜けた能力を持つ人間が一致団結してことに当たれば偉大な車が出来上がって当然だ。とロス・ブラウンさんは言ってます。94年、95年はシューマッハがピット戦略でうまく前に出てレースに勝つというパターンが多かったですけど、そういうレース中の柔軟な作戦の立て方であるとか、それに対応するシューマッハであるとか、さらにそのためにはどういう車を作っていけばいいのかというのをずっとこの時からみんなで頑張ってきたって言ってるわけですね。B194 のところでまた触れたいと思いますが、B194 にレギュレーション違反の疑惑があろうがなかろうが、それは置いといて、B194 も195も速い車であったのは間違いないですよね。それによってチャンピオンを取れたのは、何しろこの時からの連続したチームの努力があったってことですね。こんな感じで、ベネトンという組織は何なのか、ブリアトーレさんの役割は何なのか、
で、ベネトンは組織としてどんなことをやってきたのか。これを見ていくと、世界一になるという目標に向けて、F1 チームがやらなくてはいけないことをきちんとやってきたっていうのがわかりますよね。その点は、この時のマクラーレンなんかよりはるかにいいマネージメントしてると思いますし、ウィリアムズに追いついて世界一を争ったのは、私は当然だなと思います。これが B192 の動画になります。なので今回で B192 は終わりの予定です。はい。次回はまたバイクの動画作るかもしれません。はい。行ったり来たりしてすいませんけど。はい。いつも高評価、コメントありがとうございます。継続していつもコメントくれる方もたくさんいらっしゃいますし、初めての方もコメントくれて大変助かります。過去の動画でも私何回か言ってますけども、私の動画っていうのは、私が喋ってることが 100% 正しいぞっていう動画じゃなく、そういうことを言いたい動画じゃなくて、こういうことだったみたいなんだけど、皆さんどう思いますかというかね。皆さんと一緒に楽しむというか、そういうための動画だと思って作ってますので、はい。ぜひ気軽にね、コメントください。高評価も押していただけると助かります。はい。これからもよろしくお願いします。